ぱり形が大事だと思うので、全体的なボディバランスを見て、決めるっていうのを、意識してやってますね。こんな感じで水が入ってるんで、ちょっとこれで動かしてみてください。どうですか？軽くなりました？軽くなった気がします。脂肪吸引放棄をメインで行っている森脇慎です。今回は28歳女性の二の腕全周脂肪吸引、脇肉前側、不乳と呼ばれている部位と脇肉の吸引をして、お胸に入れる脂肪放棄の術後1週間のダウンタイム経過を見ていこうと思います。この方、右 390cc、左 350cc 入れている方で、しっかりダウンタイムで内出血も出ている方なので、ぜひ参考にしてみてください。それでは早速見ていこうと思います。術後1週間で、結構ちょっと見て分かると思うんですけど、内出血かなりあって、しっかり谷間を作りたいっていう時に皮下っていう一番浅い層に入れさせてもらうんですけど、やっぱり浅い層に入れるとこういう風に内側にちょっと出やすい時があるんですけど、今ちょっと出てるって感じですね。二の腕は1週間目で、結構この腫れてるのが画面でも分かるかなと思うんですけど、今ちょっとここ水が溜まってるんですよね。なので後で水は抜こうと思うんですけど、内出血はお胸と比べると比較的なだらかかなと思うんですけど、こういうとこポツポツ出てるのと、あと全体的に黄色い感じですねが出てますね。なんで二の腕と脂肪放棄をやろうと思ったんです。まずは二の腕が一番で、ずっと悩んでたからやりたいなっていうのがあって、でせっかく取るなら、もったいないから胸に入れようかなみたいな。そうですね。女性の方だと張り出しとかね、気になって取れないっていう方多いので、そこ取ってあげて、やっぱりせっかく取ってあげて脂肪を捨てるのももったいないので、いらない部分の脂肪は取ってあげて、欲しいところに足してあげるっていうのが非常にいいと思うんで、そこでお胸にっていうところですよね。ここでやろうと思ったきっかけは何かあったんですか？症例がこのようだったからです。二の腕とかですね。二の腕でまず調べて、なるほど、OK です。しっかり補足するっていうのをやってるんで、しっかり今全然腫れてますけどね、1ヶ月3ヶ月経つと細くなってきてくれると思うので、やっぱり形が大事だと思うので、単に取るだけだったら誰でもできるんですけど、しっかり取ってあげて、こっちの形も全体的なボディバランスを見て、決めるっていうのを意識してやってますね。実際受けてみてどうでした？当日とか。当日はあんま覚えてないです。緊張しすぎてやばくて、でも新幹線で帰れたから。手術の時静脈麻酔するので、ちょっとぼやんとした感じですかね。手術室から救急室までの移動とか覚えてます？痛かったのだけど、着圧を切るのが痛くて、痛たって言いながらもフラフラでバンみたいな。そこでちょっと休んで、その当日に帰られたってことですね。大丈夫でした？帰る時とか。はい、大丈夫でした。ちょっと荷物当たって痛いなぐらいで。二の腕だと比較的に太ももとかよりは全然楽だと思うので、結構その遠方から来てくださる方も多いんですけど、上半身だけで例えば二の腕だけとか、二の腕から胸だけとかだったら全然その当日に新幹線で帰ってもらうのは大丈夫ですけどね。痛みとかどうでした？痛みは痛いです。今も痛いですよね。でも言ってくださってたんで、そんなにめちゃくちゃ想像よりは大丈夫。どんな感じの痛みですか？突っ張るというか、ピリピリ。ピリピリが。日常生活とかまだでも不自由はありますよね。不自由はありますね。お風呂大変。腫れは2週間ぐらいで、10日ぐらいしたらだいぶ痛みとか収まってくると思うんですけど、1週間でまだ痛いっていう人全然いると思うんで、そこはちょっと気をつけてもらえればなと思いますね。お胸の方どうですか、痛み？胸の方は、このあざもできてるところだけ痛かったです。他は何も痛くなくて。なるほど。お胸はあんまり痛くないっていう人いるんですけど、稀にこの真ん中のところはちょっと術後数ヶ月間ちょっと痛むっていう人もいるので、でも基本的にそんな痛みはないですね。ここからちょっと腫れ内出血が大体2週間ぐらいで引いてきた後に、拘縮っていう硬い反応が出てくるので、そこを見てもらえればなとは思いますね。この1週間気になることありました？過ごし方が、これ大丈夫かな自分とかって思いながら過ごしてました。どんな感じで過ごされてますか？極力私は動かないよって知ってましたね。できる範囲だけでやる。でもご飯ちゃんと食べるぐらいです。あまり動かすとやっぱり脂肪が減っちゃうので、あとご飯ですね。脂肪細胞、お胸の方どんどん減っていくので、ちょっといいタンパク質とか取ってもらって、結構大事なのが、植物性のタンパク質ですね。ちょっといつも言ってるんですけど、豆乳とか枝豆とか納豆とか豆腐とか、そういうのをちょっとしっかり取ってもらって、ジャンキーなものを食べる必要はないんですけど、そういうところ取ってもらって、なるべく脂肪細胞を減らさないように。ちょっとあんまり動かしすぎるとあれなんで、実は 1.5 ヶ月ぐらいは胸が動くようなボクシングとかそういう運動は、歩くとかは全然むしろやってほしいんですけどね、そういうところは控えてもらってって感じですね。でちょっと今からこの二の腕のところ、水が溜まってるので、そこをちょっと抜いていこうと思うので、またちょっと移動してもらいますね。はい、ありがとうございます。じゃあ抜いていきます。お願いします。
もうすぐ溜まりました？なんか結構すぐでした。もうダウンタイム1日目ぐらいから。じゃあ麻酔しますね。仕事はいけてます？仕事はいけてますね。今週から。ああ、そうか、ゴールデンウィークだった。はい。今抜いてるんですけど、多分抜いたらめっちゃ軽くなると思う。チクッとしますね。もうこんな感じで水が入ってるんで、ちょっとこれで動かしてみてください。どうですか？軽くなりました？軽くなったりします。よし、これちょっと様子見てみましょうか。なんかタプタプする人とかちょっと重いなと思ったら、抜かなくても別に自然には吸収されるんですけどね、抜いてあげたら楽にはなるかなと思いますね。はい、ということで術後1週間のダウンタイム経過を見てきました。この方、術後1週間で水が溜まっていて、その水抜きも行っています。脂肪筋、二の腕のところは脂肪筋をした後に水が溜まりやすい部位なので、もし溜まっているという方はこんな感じで抜くこともできます。ダウンタイム経過、結構不安になる方も多いと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。今後も脂肪吸引や包協の動画を投稿していくので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。